2024年2月、SNS にこんな投稿が。道端に倒れていたのは一匹のラブラドールレトリーバー。このワンコに一体何があったのでしょうか。こんにちは。出迎えてくれたのは凛子さん。先ほどの写真を投稿した方です。当時の状況を伺うため、その場所に連れて行ってもらいました。この辺りかなと。はい。最初に休日だったので息子にゴミ出しを頼んで、ゴミ出しをしてきた息子が犬が倒れてるよと言って家の中に駆け込んできて、私も最初犬が倒れてるなんてことはないなと思って、ちょっとそうなのみたいな言ったんですけど、私と息子と娘で駆けつけてみたら本当に大きな犬が倒れていたっていう感じです。我が家犬を飼ってないのでドッグフードとか犬が食べられるものが一切ないので、犬を飼ってる母に電話して犬の用品を持ってきてもらって。倒れている大型犬を放っておくこともできず、お母さんと2人で自宅へと運んだ凛子さん。ひとまず玄関に寝かせてみると、寝かせたらそのまま上がってリビングの方に上がっていったので、家の中で暮らしていた犬なのかなってことは飼い犬かもしれない、迷子かもしれないと思いましたね。もしかしたら誰かに飼われていた犬なのかもしれない。そう考えた凛子さんは警察に連絡。その際、この犬を保護できるかと尋ねられましたが、さすがに突然大型犬を引き取るという決断はできず、そのままやってきた警察官に引き渡しました。しかしその後もワンコのことが頭から離れなかったといいます。私なんかできたんじゃないかなとか、このあとあの犬ってどうなるのかなってずっと気になってまして、でも明日の仕事のことを考えてしまう。死ぬって分かってて明日の仕事の心配するのとか、もういろいろ考えましたね。普段は看護師として働く凛子さん。自分が大型犬を世話することができるのだろうか。考え抜いた末出した答えは、警察署へあの犬を迎えに行くことでした。こうしてある日突然大型犬を迎えることになった凛子さん。しかしあくまでこの犬は拾得物という扱い。3ヶ月以内に落とし主が現れた場合は返す必要がありました。すぐに別れが来るかもしれない。複雑な思いを抱えつつワンコとの暮らしが始まりました。ところが、基本横になって動かない、もうリビングの真ん中にドーンそのまま眠り続けるっていう感じで、いざご飯を食べさせてみても寝たままの状態でもううつ伏せになって、もう寝ながら口だけバクバクとご飯をまき散らしながら食べてて、そこから1週間も経たないうちにちょっと庭に出したり様子を見てると泣き方がおかしかったり、もう本当に声帯がない音。そんな様子を見かねて動物病院に連れて行くと、悲しい事実が次々と分かりました。おっぱいが大きかったので何回も繁殖させられたんじゃないのかしら、4回くらいは繁殖してるんじゃないのかしらね。でフィラリアにもかかって劣悪な状態であろう寄生虫もいるっていうことは、産むためだけの犬なんじゃないだろうかっていう考えにはなりました。これまで人間に翻弄され生きてきたであろうこの大型犬。それでもお子さんたちにそっと寄り添ってくれたり、散歩に連れ出すとゆっくり歩幅を合わせてくれたりと、
っても優しいワンコでした。それまでは飼い主が現れた時のことを考え名前をつけていませんでしたが、狛犬のようにこの家の守り神になってほしいと願い、コマコと命名。少しずつではありますが、コマコもこのお家に慣れていきました。しかし保護から2週間が経った頃、想像もしていなかった出来事が起きました。私が仕事の都合で家を空けるからちょっとばあばん家にお願いって一晩ちょっとお泊まりをさせたんですね。家で一人で寝て起きたらばあばから赤ちゃんが生まれたよっていう連絡が来て、それと同時に動画も送られてきたっていう感じで飛び起きました。送られてきたのは赤ちゃんを出産したコマコの姿。実は保護した時にはすでに妊娠していたのです。だからその日は一日ちょっと使い物にならないくらいパニックでしたね。仕事行ったんですね。行きました。心臓マッサージの講師をしに行ったんですけど、もう心臓マッサージしてる場合ではなかったですね。私の方がやばいぞと思いながら、はいこれもうちょっと深くみたいな。コマコは2匹の赤ちゃんを出産。朝4時半に生まれた女の子は4時、5時半に生まれた男の子は5時と名付けました。実家で出産したことからしばらくの間は3匹を母に預け、凛子さんは毎日通ってお世話をしていました。一方コマコも常に赤ちゃんたちのそばを離れず、一生懸命子育てをしていました。そんな生活が続いて2ヶ月が経った頃、凛子さんにとって忘れられない出来事が。ある日じゃあ帰るねって玄関のドアを開けて帰ろうとしたら、その横をすり抜けて追いかけてきて「どうしたコマコ、帰る？一緒に帰ってみる？」って言ってトランクを開けてみたらなんか乗ったので、帰りたいのかなと思って、家に帰ってきてでちょっと夜中に一人でコマコをリビングで撫でながら、この子って今まで自分が一番だったことはないんだろうな、子犬が生まれたら子犬で、子犬はどんどん連れてかれてしまう、自分だけを見てもらって自分だけが愛されるっていうことは今まで経験したことないんだろうなっていうことを思ったら、コマコだけを愛してあげられる空間を、環境を作ってあげた方がこの子の幸せになるのかなと思いました。これをきっかけに子犬たちにはいずれ里親を見つけようと決意し、さらにコマコと一緒にいられる時間を増やすため、職場も自宅に近いところへと転職。凛子さんの生活は一変しました。こうして保護から3ヶ月経ち、ついにコマコ、そしてその子供である4時5時の所有権は正式に凛子さんに移りました。そして現在3匹はどうしているのでしょうか。ドッグランを走り回っていたのは小さかった4時と5時。2匹とも元気に成長していました。そして子供たちを見守るようにコマコの姿も。ドッグランを楽しそうに歩き回っています。その後は、私の友人であるナタリーちゃん、その子にゴジを、今はノアという名前になっているんですけども、そしてヨジの方は母の方に、母が育ての親なのでそのまま面倒を見てくれるということになりまして、でこのままコマコは私が引き取るという形に収まりました。すごく悩んだんですけど、今これが私の考えた結果かなと、
3匹を見ていただければ私の中の正解になったんだなって思っております。この9ヶ月改めて振り返ってどうでしたか？いやもう私の中ではもう3年くらい経ってるような気持ちはするんですけど、9ヶ月って言われるとこの9ヶ月の間で犬を拾って子犬が生まれて、あとは仕事も転職して違う職場に勤め始めた、生活もガラッと変わったので目まぐるしい9ヶ月なんですけど、まだ1年経ってないんですよね。びっくりしますよね。そうですね。凛子さんがこの9ヶ月で経験した犬を助けるということの理想と現実、それでも決して諦めなかった思いが一匹のワンコを幸せへと導きました。犬時間 YouTube チャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。